おはようございます。画家の木曽です。今日の動画はですね、こちらですね、人物を描いてみた、透明水彩で描いてみました。顔の部分とかですね、ちょっとハッチングと言って、線をこう、ジョ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 ということを繰り返していっているんですね。で皆さん多分こう人物を描くときとか、顔の部分とか肌の部分とかの描き方困るでしょ。正直私も困るんです。で、ちょっとずっとこう作画動画をいっぱい作りながら自分も実験を繰り返してきて、ようやく少しずつ自分の今形になってきたかなという、1年近くかかりましたけどもなってきたかなという感じで、こういった作品が出来上がりました。で、背景もですね、やはり皆様ちょっと若干苦手な木々を描くというところも合わせて、ご覧いただければと思いますので、秘蔵版となること間違いなしじゃないかなと思いますので、ぜひ、ごゆっくりご覧ください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。透明水彩ですね。まずですね、下書きは転写しておきました。形があんま狂わないんですね。で、はじめいきなりこんな緑を入れましたよ。今日パレットも大きめに載せておきますね。どんな色を使っているかっていうことも。で、緑なぜ載せたのって感じかもしれませんけども、これはですね、ちょっと秋に入りかけの状態のところに、うちの妻ですね、モデルをしてもらって、置いておりますので、緑がちょっとこう肌の中に反射しているという状態を描いておこうと思いました。で、まず水を多めにしながらですね、土台を作っている作業をしていっています。転写の仕方に関しては、コピーを取って、その裏にですね、パステルを薄くこう塗ってすり込んで、そして、なぞっていきました。そしてちょっと紫っぽい色が今入ってきましたね。パレットの真ん中、右の真ん中あたりのところですかね。で、目のところもこう左側から光が入っているという状態を作って、土台をまず作っていっております。今回はですね、ちょっとこう顔の描写とかを中心に、背景はある程度ざっくりざっくりというかですね、お見せしてますけども、特に顔の描写に関しては皆様に参考になればと思って作りましたのでですね、結構いい作品が自分なりにはできたかなと思っております。という感じで今土台を作っているんですけどもね、ここの時にやっぱ骨格とかを意識しながら描いていくということが大事かなと思いますよ。で、ちょっと余分な水とかはティッシュで拭き取ったりとかですね。で、やっぱグラデーションっていうのが一番こう難しいわけですよね。必要になってくるというか、顔の描き方に関してはですね。でグラデーションとかで髪の毛の土台、ちょっと紫を使っていきました。グラデーションを作る際、ちょっと私もあんまり得意ではないんですね、正直なところ言うと。で、なんかいい手はないかなというのをずっと考えていて、これキャンソンボードというものですけども、キャンソン紙という紙なんですけども、いい手はないかなということを少し考えて、ここのとこ試行錯誤をしている様を皆様にお見せしているんですが、ちょっとこうやっぱり伝統的な方法にのっとって少しやってみようと。なんですの伝統的なっていう感じかもしれませんけどね。ハッチングというものを活用しながら、今顔の輪郭こういうとこ超慎重に映ってませんけどね、超慎重にやっている様だけでもお見せしておこうかなと。左側の輪郭のところというのはしっかりとハイライトと髪の毛でぐんとこうぶつかっている。でこういうところはもうしっかり僕はぶつけておくっていうことをしておきます。で、伝統的な方法って何ぞやって感じかもしれませんけども、昔はですね、油絵の具というのができる前というのは、テンペラ絵の具というものが主流でした。その前はフレスコ画なんていうことを結構私の動画では教えているんですけども、でテンペラ絵の具を使って描くときに、今腕のこう土台を作ってってますね。テンペラ絵の具というのはグラデーションは作りにくいんですね。乾きはものすごく早いので、これちょっと似てますよね。透明水彩もアクリルもちょっと似てますよね。で、油絵の具というのは乾きが遅いことによって隣り合わせった色を混ざり合わせながらグラデーションをつけることができる。グラデュエーションじゃないですよ。何度も言いますがね、卒業ですからね、グラデュエーションはね、色の階調を細かく刻んでいくことができやすいという画材に関しては油絵の具が適していたんですね。でもこう透明水彩とかでざっくり塗ってこう水でわーってやってこうにじましたり濃くしたりっていうことである程度はコントロールできるんですけども、やっぱり私はまだまだうまくはないのでできないので、なんかうまいこと逃げれんかなということで、悪巧みをしましていろいろ考えていた最中でございました。
で、背景の方もこう書いていってます。で、背景の方に関してはちょっとこう今回早送りを使わせてもらっている部分があります。ちょっと長くなりそうだったので、合計は4時間近くこれかかってますよ。4時間近くかかっていますので、しっかりと密度のある作品になっております。プロを目指したい方ね、ぜひこれぐらいの密度がある写実的に描けるということを銘打って、サムネイルにしておりますのでですね、これぐらいかけたら多少なんていうかですね、商売になっていくんじゃないかなというふうには思うんですけども、それだけじゃなかなか難しいところ、はい早いですね、明るいところまず描いていってます。その後暗いところ描いていこうかなと思いまして、明るい色だけまずしっかり絵の具を置いておきました。でちょっとこうなんかこう枯れかけてる茶色なんかもちょんとにじませながら描いておきました。背景までしっかり描き込むというよりはどちらかというと偶然とかも活かしながら絵の具の面白さみたいなものも活用して、そして脇からちょっと見える服をぐっと暗く置きました。これ私の特徴の一つだと思います。いきなり暗いのガンと置きます。黒じゃないですけどね、プルシャンブルーとバーンとシェンダぐらいの暗い色をガンと置いて、髪の毛なんかもそうですね、暗さで画面を引き締めるということをよくやります。明るさとかでもやるんですが、でそれによって画面がコンポジションされるわけですね。構成されるわけですね。でもわけわからんことは言い張ったこの人って感じかもしれませんけどね。今日ちょっとおめかしして何々ちゃんとランチに行こうかな。なかなか今ねご時世的に難しいですが、ランチに行こうかなとかって言った時に、例えば今日赤いこの洋服着ていこう、じゃあ下はどうしようかなと、パンツでどんな感じかな、赤がいいかな、赤だとちょっといまいちじゃないですかとかね、じゃあやっぱり清潔感のある白がいいわとか、なんか色考えたりしますよね。でそこにじゃあどんなものを合わせますか。例えば靴はどんなんがいいですか。赤ですか。赤もうレッドカズレーザーさんみたいになってしまいますよね。じゃあ白い、なんていうんですか、ズボンっていうんですかズボンを履いたらちょっとじゃあ黒にしとこうかなとかですね、じゃあイヤリングどうしようかなとか、そんなことを考えますよね。でそれと似てるんですよ実は。暗い色ぐんと置くことによってアクセントになってきて、そこに他にこうするように、じゃあどこに何を置いたらいいかなっていう、特に明度的な問題としてはこういうコンポジションをします。で背景のこの隙間から見える木々に関しては少し暗いベースをこうやって作りました。はい、呼吸が持ちません。で、少しずつここも早送りでちょっとお見せします。こんな感じで、木々、葉っぱではない部分、枝なんかというところとか木とかっていうのはこういうふうに暗い土台を作っていきました。なんかですね、本当にこう動画とかをずっと作り続けながら、描きながら、作品を作り続けながら、水彩も作品にならんかなということをずっとやりながら、やっていっているわけでございますけども、本当に面白いんですよ。もう何か勉強って面白くてですね、やっぱりでも伝統的にやられてきたことっていうのは土台にはなっています。私の場合はやっぱりそういうこう何百年とこう歴史がある西洋がですねの中で使える技法というのは他にも代用できるんじゃないかなということを考えたりします。そしてこれ顔のところにこのぐらいの色、黄色と赤を混ぜました。薄く塗っていきます。薄くですね。で鼻のところなんかはハイライトなんで、そこは塗り残しながら薄く本当に水がシャバシャバですよね。でこれ私の見てもらうと分かる通りに濃い色をすごく薄く塗ってるの、そのあたりの描き分けというかですね、濃くしてる時もありゃ薄くしてる時もあるぞということを見ていたら分かるんじゃないでしょうか。でこのほっぺたの方も土台は土台で作っているんですが、前面に、このなんていうんですか、オレンジ色に近いような赤と黄色を混ぜたような色を塗っていって、おでこのとこ余分なものは水だけ、とか筆先の水分とかをティッシュとかで拭き取って、拭き取ってあげたりもするんですね。そういうバリエーションがすごく豊かだと思います。描き方のバリエーションですね。これは丸い筆のナイロンの筆ですね。800円ぐらいで、10本セットで買ったやつを使っていると思います。で少しずつ密度を上げながらですね、全体も画面を見ながらですね、顔が少し進んできたぞとなったら、やっぱり局部に一部にずっと集中するんじゃなくて、もうこのぐらい終わったらちょっと一旦違うとこ行こうかな、画面全体見ようかなということを、していったらいいかなというふうに思います。掃除機がかかり出しました。でそういうふうに全体を見てい
かないとっていうのもあるんですけども、やっぱりこう一部にずっと集中すると絵の具の層みたいなのができないんですね。で絵の具の層を考えていった時に、やっぱり一箇所描いて他のとこ描いて乾くの待ってっていう感じでしていくということはすごい大事なことかなというふうに思います。で、少し暗い色もぐっとアクセントとして置いていってます。掃除機すみません、これ入ってる可能性ありますね。申し訳ございません。で、隙間を暗い色グググググとアクセントをつけていきました。また早送りになりますよ。画面の中で見ながら右側ばっかりやったら次左側を書いてということをしながら画面の中に引き締まって、ね、やっぱりこうまず土台みたいなものとプラス2層目みたいなものを書いておいた方が楽ですね。一箇所からずっと僕は書いていくということはあんましません。めんどくさがりというのもあるんですが、画面全体を見ながら作っていくという作業を結構多くします。でこんな感じでですね、ちょっと枯れた葉っぱとか、そして顔の部分になるとまたスローペースに戻りますが、鼻のとこ描いていっておりますですね。やっぱ面白いもんですね。いろんなことを自分なりにチャレンジしていくということはやっぱ面白いですね。脳活になりますよ。皆さんね、写実的に描くの苦手やっていう人もおられてるかもしれませんけど、こういったことも一回チャレンジしてみようかなと、ね、人生一回こっきりですからね、やってみたいと思うことをやられたらいいんじゃないでしょうか。なんかクレーム等あればぜひ自分で YouTube を作られて発信されることをお勧めしますよ。ね、鼻の下をちょっとこう塗ってみたりとか。僕は要はリアルに書いてみたとかっていうのは嫌なんですね。リアルっていうのは現実なわけですよね。現実書いたっていうか、本物書いたっていうことになりますよね。なんていうんですか、これ二次元の世界ですからリアルじゃないんですよね。なんかリアリスティックとか多分そんな感じかな。リアリティとかそういうなんか言葉に変わるはずなんですけども、結構リアルに書いてみたみたいなものって結構多いですよね。で少し顔とかのディティールも描きながら全体を響き合わせながら、もう少しでハッチングみたいな描き方のところ少しアップにしてるのをお見せしますので、ハッチングをしてないっていうのの違いみたいなのが少し分かるように動画を作っておきました。顔を少しずつ描いていきながら、他のところも描いていきながら、周りも描いていきながらという感じでしていってます。本当にこう書きながらですね、微調整を繰り返していく作業をしていってます。でこれあれですね、恐竜が鳴いてるなあれですね、もうちょっと動揺しだしてますね。一回止めます。で顔の部分とかも書きながら進めていってます。で少しずつですね、ちょっとずつですね、この辺り大きい仕事というよりは細かい仕事をしていきながら進めていってますね。で背景もまた描いていって、画面の中のどちらかというと中心の方に、力は寄っていっておりますけどもですね、で暗い洋服の色とか柄とかも少し描き出していっています。テンペラ絵の具とかで人物を描くときにベルダチョっていう方法があって、初めに緑土、緑土、テールベルトっていう緑土ですね、を塗ってからハッチングで描くという方法があるんですけども、若干それも意識しました。若干ですよ。で、そういう色を土台に緑系を置いておいてから赤系、暖色系で描いていくという技法があるんですね。赤系とか白とかをやりながらハッチングでもモデリングしていくという技法があるんですが、ちょっとそれに近い今回方法をとっております。手とかも難しいところがあるかもしれません。手とかっていうのはやっぱ手の甲と指と面で見てあげるってこと大事ですよ。面で見てあげる。指が折れるところが第一関節、第二関節、手の甲のところがあって、っていう面で見てあげるということをしてあげると案外描けるようになってきます。一本一本で見るとですね、バラバラになりがちなんですが、こことここで折れる、こことここで折れるみたいなのを意識されるといいかなと思います。今はどちらかというと暗い色みたいなのでハッチングをして、というかディティールを描いていってますけどもですね、髪の毛も描いていきます。どうですか、少しずつゆっくりですけど密度が上がってきたの分かりましたか。これでだいたいこのぐらいで1時間半ぐらいは実はかかってます
ね、動画にすると10分ちょっとなんですが、ここまで来るのにそれぐらいかかってます。で、ここからやっぱり詰めていくという作業もぜひチャレンジしてみたいという人はいると思うんですね。で、写実的にちょっと書いてみたいという人もいると思います。じゃあどれぐらいの密度でどれぐらいのことを、なぜこういうことをしていくのかということが皆様に伝わればなというふうに思います。そしてここからですね、白を入れました。何ひどい反則や。これ本当に白とか少し、これはですね、ポスターカラーですね、いわゆるガッシュと呼ばれるものです。ガッシュでいいです。ガッシュというのは不透明っていう意味なので、ポスターカラーを使いました。あとは普通に透明水彩の中の基本色セットに白が入っていることもありますので、その白を使われてもいいと思うんですけども、相当薄く、相当水で溶いてやっています。相当です。それでチュ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 っていう下の絵の具も少し感じさせつつ、ちょっとこれは暖色系の赤系を塗っていった。わかりました？少し今塗られたの分かりましたよね。でもそれでも緑はちゃんと感じるよという状態を作っておきました。ちゃん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 と密度を上げていくということをしているわけでございますね。で、本当に細かい描写も徐々に少しずつ、いきなり書いて失敗してしまったりするとあれなので、やっぱり全体で進めていかれる方が失敗は少ないというか、バランスとかですね、ぐーっと本当顔を近づけて描きすぎると形が悪くなったりとかっていうことに気づかなかったり、夢中になりすぎたらそういうの気づかなかったりするっていうこともあると思うんですね。だからこのぐらいの暗さがいいかな、明るさがいいかなっていうバランスも画面全体の中を見ながら調整していくということが必要になってくるかなと思いますよ。で、少し、髪の毛の方もだいぶ暗くなってきたことがわかるかなというふうに思います。今この、ポスターからの白というのを使いながら、次ちょっとハッチングを細かく、よりで見せていければなというふうに思います。背景も同時に描きながら、この辺もう少し暗い方がいいかなとかっていうこととか、ちょっとグレートーンを作り出してますもんね。こういうグレートーンみたいなのやっぱ入ってくると結構便利ですよ。楽ですし、白使っちゃダメですっていう風にあんまり固執しながらやるよりは、ちょっとその辺柔軟にやった方が、僕は作品が良ければいいタイプなので、作品をどう良くしていくかということを考えた方が。で、今ハッチングあんまり細かくする前の段階で今細かくしだしてます。みちやってはるわーっていう感じでしょうね。で、これがやる前とやる後っていうの若干違いが分かると思います。その若干を繰り返していくことがやっぱり仕事なんですね。このぐらいかな、あのぐらいかなって絵の具を置いていくことを、厚く塗る、薄く塗るということ、本当ちょっとこのぐらいかな、このぐらいかなっていうことを繰り返していくことがやっぱりプロの仕事だと思うんですね。で、なかなか消せない画材ですので、あれですね、先ほどなんか言いかけたのあれですね、激落ちくんでした。で、消す方法の一つとしては激落ちくんが一番いいかなと思いますよ。激落ちくん、水で筆に水がだけをついたのでゴシゴシってやることもできますけども、本当にある程度取るには激落ちくんがいいかなと。水だけ、綺麗な激落ちくんに水だけつけてゴシゴシゴシとやると。ただあんまりやりすぎない方がいいなっていうのはやっぱり髪が傷みますので、1回ぐらいかもしれませんよ。だからその辺はちょっと注意した方が、僕もその2回3回怖くてやったことないんで、1回までは何度かやってますんで、1回ぐらいなら可能かと思います。今こうやってハッチングを、暗い中もちょっと緑が強すぎるので、少し暖色系を少しやりながら、でも下の絵の具がうっすら透けてくるぐらいの感じのバランスを取りながら、白とですね、肌の色、赤と黄色と混ぜたような色でハッチングをしながら、密度がちょっとずつ上がってきて、唇とかも描いて密度が上がってきたことが分かってもらえるんじゃないでしょうか。ちま3って書いてますね。そのぐらいの筆で、本当にちょっとずつ触っていく感じですね。どう言うたらいいんかなこれね。難しいですね。で、髪の毛も描くんですが、髪の毛の影も描いたりしてますよ。細かいことしてはるわーって感じですよね。この辺のグラデーションをやっぱり大事にしなきゃいけないので、こういうところはすごい慎重にやっぱりテンペラ絵の具とかで、発展していったハッチングっていうのはそういうことなんですね。グラデーションというのがなかなか乾きが早いからつけにくいということで、こういうふうに細かい線を重ね合わせながら少しずつ滑らかにしていったという方法です。
これ左と右ちょっと若干違い分かりますかね。もう少しアフターの方もその後書くんですけども、だいぶこうグラデーションがついていったの分かりますかね。という感じでこんな感じになりました。だいぶ顔が密度上がったの分かりますかね。まだちょっと顔とか描いていってますけども、こんな感じで肌の滑らかさのグラデーションみたいなのの参考に皆さんなればなと思ってね、今回もね、こんなまた皆さん言うてください、有料級やって言うてくれたらそれだけで嬉しいので、全然有料にするつもり、こういうところちょっと生の白今ちょっと置いたんですね。全然構いませんのでね、そういう言葉だけで、調子に乗るタイプの人間です。褒められて伸びるタイプの人間です。いやー、昔は褒められることが少ない時代もありましたよね。私自身もそんな教育ことをやったこともあるんですが、全くダメでしたもんね。やっぱ褒めた方がいいなと。でも褒めすぎると大体バレますね。嘘ついてはるな、感情ないなってよく言われます。ね、でも本当ですよ。皆さんご自宅で旦那さんとの関係がなかなかこうね、もう皆様カンバセーション、コミュニケーションが会話やコミュニケーションが少なくなってきたら、もう旦那さんを適当に褒めといたらいいですよ。あれお父さん今日なんか髪の毛多くなったねって。そうよ、ハッチングをしてるからね、なんてわけわかんないことを言いながらですね、褒めてあげたらいいんじゃないですか。今適当なことを言いました。ぼちぼち仕事に行かないとという時間になって差し迫ってまいりました。でちまちま書いていきながら密度が上がってきて、微妙なトーン、肌の色なんていうのはどうでしょうかね。ちょっと不透明、ガッシュと呼ばれる反則や透明水彩って言うたやないですかって突っ込まれるかもしれないですけど、組成ですね。組成っていうのはアラビアゴムと炭酸カルシウムなんで、ポスターカラーっていうのは絵の具の工場長から聞いたら、透明水彩と組成は同じなんです。作りですね。アラビアゴムと呼ばれるものと顔料が混ざり合ってるものなので、だから若干こういう白ぐらいだけでも買っておくと、他の絵の具にちょんと混ぜたら半透明または不透明みたいな絵の具が作れますので、その辺は柔軟になんかこう困ったなとか難しいなと思うときは、そういったものもぜひ活用されればいいんじゃないですか。誰に文句言われることは多分ないと思いますよ。ね、展覧会に出してみて、誰々さんに誰々ちゃんなんか不透明使ってる、反則じゃないなんて言う人絶対いませんね。水彩画展みたいなのがあれば、透明水彩、白を抜くみたいなことを書いてる展覧会は多分ないと思います。もちろん白ですね。今目の横のところの白っていうのは髪の白さなんですごく白いですよね。でそういうのも活用されることもいいですし、グラデーションに困ったなと思ったらこういったことをしていくこともあってもいいと思うんですね。で少しずつこうだいたい2層3層4層ぐらいで、密度が上がってきて、画面全体に手が入ってきて、すみません、出来上がってきたという作品でございます。これね、抜き取ってます。水でやって抜き取ってとかっていうことも同時にやりながら絵の具を複雑にしていく。そうすると本当にこう細かく描くというより、絵の具の複雑さみたいなのが活用されて、不透明透明抜き取った細かい描写、大胆な塗り、にじみ、いろんなものが混ざり合ってきて、リアリティが増してくる、写実的な雰囲気になってくるというか、そういう風になってくるんじゃないでしょうか。綿密に忠実にもちろんですね、写真をそのまま写しましたというのもいいですけども、やっぱり絵の具の持ってる物質を最大限活用してあげるということもあってもいいんじゃないでしょうかねということでございます。さあいよいよグランドフィナーレ、完成に向かってまいりました。今日は雑談をほぼしなかったですね。いつもの老夫婦の会話は若干ありましたが、本当に褒めてあげてください。あら、色きれいねとかですね、大体ですね、鬼好評というのをやっていたんですが、大体なんかうちの家の鬼がっていうことが書いてあって、こう言われた、ああ言われたということを書いてますけど、皆さんね、適当に褒めといた方がいいと思いますよ。機嫌よくね、してくれる方がいいと思いますので、ちょっとずつ背景も密度を上げながら顔に対してどれぐらいまで持っていこうかなと、書き込みすぎて手前に出てくるのもあれやなとかですね、コントラストを強くしすぎると人物よりも前に見えてきてしまうからというバランスであるとかっていうこともちゃんと見ながら、でもこれは圧倒的に顔の左側のとこですね、髪の毛とほっぺた、そこのコントラストがある程度強いので、なかなか後ろに強いコントラスト持ってきても手前に出てくるってことはないんですよ。
でそういう状況を初めに作っておいてるんですね、これね。だから後ろにある程度暗い色ガンと置いても、その周りのぶつかり方がもう生の白でもない限り、手前に出てくるということはなかなかないよという状況を意図的に作っている。だからミスが少ない、という構造をあえて選んでいるんですね。今難しいこと言うたぞって。そして細かい描写はまた白と水たっぷり塗ってちま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 やっていってます。いやー、出来上がってまいりました。っていう感じでですね、今日はすみません。こんな感じで、仕上げました。ぜひですね、皆さん参考にこれぐらいの密度の作品を描いてみられてはどうでしょうか。頑張って応援してます。ご視聴ありがとうございました。どうでしたか？なんか書けそうな気がするでしょ。そういうマジックですね。皆さん書けるんじゃないかっていうことで、ちょっと微妙なトーンを出していくときにっていうのを、なかなか白い紙の上に書いていったらいきなり色がバッと暗くなるとかっていうこと起こり得ますので、こういったものも参考にですね、ぜひ、このぐらいのトーンでこのぐらいのパレットもちょっと合わせながら見て、この辺の色を混色してこうやってっていうのをぜひ参考に、ご覧いただければと思います。僕なりにはなかなかいい作品ができたなというので、ちょっとこの辺りから徐々に自分の形に、なっていくのかなという気がしてます。これからもご視聴よろしくお願いします。皆様のコメントとかいいねとか、あとチャンネル登録とか本当励みになるんですよ。これなんでこんなことよく言うのって思うかもしれませんけど、ですね、チャンネル登録によってなんか視聴回数が伸びるというのは実はなくて、そういうことはあんま関係ないですけど、励みになりますね。皆さんよろしくお願いします。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。